作ったウイスキーが飲めない人もいるんだぜ。ロマンの塊だよウイスキーなんて。その時ばっかりさすがに泣きそうになってね。俺だって多分途中で飛び出すよ。美味しいですこれ。あ、美味しい。花だね。梅、お前だって自由だよ。とにかく酒なんて何でもいいんだよ。自由だから。気に入った。ジュース。はい、じゃあマスター、音合わせます。はい、OK です。本番いきます。今回は、グレン・グラントシングルモルトウイスキーです。このウイスキーのテイスティングをしたいと思います。まず最初に、グレン・グラントアルボライス、こちらをテイスティングしたいと思います。非常に軽快なウイスキーだなっていう印象がありますね。生き生きとした、軽さ、もしくは爽やかさ。かといってストレートで飲んでそんなに軽いかって言ったら、そうでもないんですけど、特にこの熟成感とかっていうよりはウイスキー本来の麦の甘みとか、爽やかさみたいのが残る、非常にウッディーナッティみたいな、そういう印象がありますね。そしてこのソーダ割りなんかやっぱり、よく合うなっていうのが、でちょっと濃いめに作ってるんで、これもう少しちょっと軽めに、これは薄めもしくは軽めに作るっていうか、そっちの方がなんかこのウイスキーの良さがもしかしたら出るかもしれない。なんか食中でもいけそうな感じがするなこれ。爽やかさが残るっていうか、またなんかスペーサイドのウイスキーの中でも特別、軽快な、若さがあるけどしっかりしてるなっていう印象があるね。このアルボラリスっていうのはどういう意味なんですか？アルボラリス、ラテン語で木漏れ日、っていう意味らしいよ。多分色とか、味わいとかじゃないかな。このアルボラリスのおすすめの飲み方は、マスター的にはやっぱソーダ割り。ソーダ割りだね。結構、ソーダ割り好きな人なんかにも評判いいと思うよ。爽やかさも出るってるから。これ9対1かもしれないよ、もしかしたら。ウイスキー1のソーダ9、10人中9人が選ぶみたいな。そうですか。でも本当、薄ければ薄いほど美味しいかもしれない。ソーダにちょっと垂らすぐらいの方がこのウイスキーの良さが出るかも。気に入った。で続いては、この12年
をテイスティングしたいと思います。なんかスペーサイドのウイスキーなのにまだちょっと開いてないからかな。なんかもう少しこう甘さが出てきそうなもんだけど、ちょっとテイスティングしたいと思います。いきます。少しやっぱこうなんかすごいね、なんかどっかシャープだね。なんか12年の印象の中でもかなりシャープな味わいを感じる12年かな。最近飲んだ中ではなんか生き生きしてる12年っていうか、なんかビターなチョコレートみたいな感じだね。でもどっかシェリーっぽさも少しやっぱきっちり残ってるし、グレン・グラントのこれ多分一番代表的なウイスキー、の、王道をいってるなって感じの味わいですね。もう少しちょっと知りたいんで、少しお水を。もうでも全然印象変わるね。バーボンダル特有のなんか少し、甘さ、あとちょっと樽の感じ、でも奥の方がこうちょっとキュッとするこのシェリーっぽさみたいなのも少し感じる。全体的にやっぱシャープなイメージがある12年。まあこれだったらストレート、でもトワイスアップはもしかしたらいいかな。なんかちょっと加水した時に、グッと良さが出るっていうか、まあトワイスアップはまあ1対1お水をウイスキーと同量入れてあげたり、まあ少なくとも多くてもいいと思うんで、水割りにしてもいいと思うんだけど、少し加水することによってなんか本来の良さがちょっと出てくれるかな。もちろん水割りでもロックでもソーダ割りでも多分これはいけるかなっていう感じが、いいねこの12年、なかなかキレのある12年だね。で続きましては、グレン・グラント18年、こちらのウイスキーをテイスティングしたいと思います。ジュース。非常にバランスのいいウイスキーですね。余韻の長さもありますし、最初の口に入った、一番最初のアタックはまず芳醇さみたいなのも十分あります。多分ウイスキー好きの人なんかこういう、しっかりとしたウイスキーを飲んで美味しいねっていう一言が出てしまうんではないかと想像させるようなウイスキーですね。美味しいですこれ。
ちょっとソーダを入れて、ソーダでハーフロック、ちょっと贅沢な飲み方かもしれないですけど、冷えたウイスキーっていうの美味しさもあるんで、ロックで、そしてこれにまたソーダを入れるという。美味しい。本当味わいとしたらもう単純に言ったら本当美味しいウイスキー、美味しいソーダ割り、ソーダ割りが美味しいウイスキー、またちょっとなんかこの微妙なニュアンスの違いみたいな。ソーダで割っても美味しいみたいなね。ソーダで割ったら美味しいじゃなくてさ。なるほど。そんな感じだね。いい味わいだね。だから何にしても美味しいんじゃないかな、18年。多分バランスが非常に取れて、ウイスキーとしてのね、お酒としてのバランスっていうか、ウイスキーとしてのバランス非常にいいなって。では続きましては、このグレン・グラント21年テイスティングさせていただきます。重いね、ボトルが。さっきよりちょっと口の薄い感じの、少しこう口当たりの薄いグラスをおー、いい香りだね。ここまで来るよ。花だね。花。花だね。香りだけでいいよ、これ。飲んでください。大体もう分かるよ。すごいって。やっぱこれ嗅いじゃうとウイスキーって美味しいんだろうなとね。ジュース。うめ。以上でテイスティングを終わりたいと思います。わあ、やっぱ21年って違うんだね。この18年から21年っていうこの3年で3歳じゃん。そうですね。多分それの5、6倍違うっていうかね。そうなんですね。この3年間って結構大きいね。っていうか2口目に行かなくていいぐらいまだ口の中までずっとウイスキーが戻ってくるし、香りもずっとこの呼吸とともに行き来をしてくれるこの華やかな香り、とても心地よい食堂が喜んでるっていうか、やっぱ21年ってやっぱすごいよ。もう成人迎えちゃってるのは人で言ったら、それだけの時間よく樽の中でおとなしくしてられたなと思うよ。俺だって多分途中で飛び出すよ。そうだね。小学生になったら飛び出すよ。そうですね。ずっと21年もいてくれてまして、それだけじゃないからね、21年以上のウイスキーも入ってるからさ、なんかこういうのはやっぱお酒に感謝したくなるような味だね。作ってくれた人に本当感謝だね。毎日毎日面倒見てくれたんだよ。これどんどん変わってきた、香りが開いてきたってことですか？開いてきたっていうか、もうぶっ飛び始めたね。いいね。ちょうど4杯目ぐらいがちょうど心地よくなってくるしさ、味もよく分かってるよ。やっぱこれバーボンダルの良さなんだろうな。こうバランスとかっていうよりも本当なんかあんまりこうとにかくこんなウイスキー、美味しいウイスキーになんか俺らが意見するようなもんじゃないような感じもするよ。ずーっとで今も残ってんのまだ。そんなにですか？21年分残ってんだよ。
なんつうよ、なんつうなんかもう体がこう心地よくなるっていうかさ、なんかなんつうっていうかさ、なんつうわかる？なんかその気持ちわかる？はい、そんなことが言いたくなるようなあブランブランとするみたいなさ、美味しいね。まあそうだね、これはとにかくもう本当にもう火の打ちどころがないよ、このぐらいのウイスキーっていうのは。こうなんていうの、もう情熱だよ入ってんのは。もうあれですか、21年くらいになってくると、飲み方はやっぱストレートだけって感じですか？いや、そんなことは何したってうまいよ。まあ1回はストレートで飲んで、その後何してもいいと思うね。好きに。まあ水割りで割ったってソーダで割ったってこんなん絶対うまいもんうまいから。なんでちょっとね、こう例えば志村さんの、ハイボールなんかでも絶対美味しいだろうしさ、やってみようかなちょっと。綺麗な色だね、グラデーションっていうか、なんかでもいろいろ飲み方があるんだって。こうウイスキーをソーダで割ってウイスキーみたいなもん、そうですね、いろんなね飲み方がある。でもどっちにしろ多分美味しいと思うよ。味の変化を楽しむ飲み方を志村けんさんが好まれてたっていうことなので。いただきます。ジョス。きた。きたね。ちょっと飲んでみたいだろう。はい。どうする？飲んでみる？今まだちょっとウイスキーの美味しさが一番多分美味しいところだと思うよ。いいですか？ジザス。うまい。なかなか飲めない。そういう美味しさだよな。華やか。めちゃくちゃ。とにかくな。このストレートもちょっとちなみに飲むのこれ。いいんですか？いただきます。そんな言うほどこう甘さがないんだよ最初。ベタっとした感じがないんだけど、乗った時の喉の奥あたりからずーっと余韻が長いっていうか。どうした？心臓止まりそう？嬉しくて。そういうことじゃないです。なんだよ、21年、お前26歳だろ？はい。お前の5つ下だよ。考えてみたら小1だよ、お前が小6の時。そうですね。その後同じ学校にいたんだよ。そうは思えないくらいしっかりしてんだろ、21の割には。大人びてますね。そうだな、完全にもう42ぐらいのしっかりした感じするよな。でマスターはそのここにすごくこういい香りが残るっていう心地よさみたいなのかな。買うね。自動販売機で売ってたら俺これ押す。売ってないけどね。いくらなんだろうな。高いでしょうね。4000円ぐらいするの。プシュッと開けてな。マスター、ウイスキーでスコッチっていうと思うんですけど、スコッチウイスキーって何なんですか？スコッチウイスキーはスコットランドのウイスキーだね。でこのグレン・グラント飲んでる時にマスターが言ってた、スペイサイドの、スペイサイドっていうのは、どういうことですか？スペイサイドの地方。まあ有名なところってもうグレン・グラントは有名だからね。スペイ川って川のほとりっていうか、そこに蒸留所がいっぱい、水が豊富でさ。シングルモルト、あるいはシングルモルトウイスキーっていう言葉もよく聞くんですけど、これはどういう意味なんですか？シングルモルトウイスキーはもうバグが麦で作ったその蒸留所が出してるウイスキー、シングルモルト。だからまあシングルっていうのはその蒸留所単一じゃないけど、そこだけ他の蒸留所の入れちゃダメ、ブレンドしちゃダメ。じゃあ例えば今回のグレン・グラントだったら、スコットランドで、生産されたスコッチウイスキー
の中でも、うんステイサイド地方で作ってますよと、うん、でその種類はシングルモルトウイスキーですよ、っていうことですか、なるほど、今回その12年、18年、21年、年数の書いてあるものを読ませていただいたと思うんですけど、この12年っていうのはどういうそのことなんですか。12年、まあ簡単に言ったらもう12歳、12年樽の中にいた。でも12年っていうウイスキーを出すにあたって12年以下のものはもう絶対入れちゃう。12年の樽が入ってるから8年の樽入れていいわけでもない。ただ12年作るにあたって18年の樽をちょっと少量入れて、20年のちょっと入れて、でも最低は12年っていうこと。なるほど、今回21年、飲ませていただいたんですけど、やっぱ21年熟成を行うっていうのはすごい難しい。難しいというか、やっぱウイスキーだって生き物だからね、うまくいく時といかない時だってあるだろうし、まあ蒸留酒の人たちが必ず 100% その21年を作り出せるかって言ったらそうでもないし、まあ、そのために非常に努力はしてると思うよ。環境設備っていうのも一番重要じゃん。まあ、蒸留から始まって、まあ、麦から、まあ、もともと麦をこう糖化させてウォッシュ、まあいろいろこう工程があるんだけど、その中にあたってやっぱ熟成っていうのは多分かなり重要なところになってくると思うから、やっぱ手間暇かかるよ。まあ、だから21年とか、まあ年数、まあ、とにかくウイスキー作りっていうのは、大変な仕事だと思う。でも夢があるじゃん。作ったウイスキーが飲めない人もいるんだぜ。そっか。その時飲んで、これがこうなるんだとは分かんねえしよ、どうなるか。だからとにかく簡単なもんじゃねえっていうか、歴史っていうか時間のかかる神秘的な飲み物を飲まずに作ってるみたいなさ。ロマンの塊だよウイスキーなんて。だから飲む方ももっとそういうふうにもう必ずジーザスして飲まなきゃダメだよ、やっぱり。感謝の気持ちを込めてね。そうそうそう、よく分かったな。はい便利な言葉ですねこのウイスキーの年数が上がると、まあもちろんそのボトルの金額、お値段も高くなると思うんですけど、やっぱりそれだけ手間暇がかかってるからっていうことなんですか。いや、もう手間暇はもちろんかかるよ。樽の場所を移動したりもするだろうしさ。それより何よりもとにかく樽の中の中身がどんどん少なくなっていっちゃうから。あ、そうなんですか。熟成するってそういうこと。もうどんどん蒸発イコール熟成、うまみがついて香りがついて、まあそれにやることによってやっぱその希少価値だよな。結局ボトリングする時にはもう少量しか取れない。でもそれをボトリングする時はまあちょっと加水してボトリングするから、まあ本数はそこそこ取れるけど、ただやっぱりそんなに21年になるとそこまで残って年間 2% から 3% こう蒸発してるからさ。だからこう180リットルある樽の中がどのくらい残るかだよな、30年とかだったらな。計算できないけど。できる？できないです。3% 年間減ってくんだよ。それが30年だとどうなんだよ。分かんないですよ。それでスマホで叩けって話だよな。僕ら数学弱いんですよ。そうだな、数学もだからな、俺はな。数学もだから。1回0点取ってくから。まず取れない。まず取れない0点って。もうびっくりした俺。狙っても取れないですから。びっくりしたね。で、俺誰がと思って俺だったよ。今日は0点がいるって言われてさ。後ろ振り返って俺教団の前に座ってた、一番前に誰だよっつって、バカがいるなってお前だって俺ほんとマジちょっと泣きそうになったね。あんま泣かないんだけどさ、男だから、その時ばっかりさすがに泣きそうになったね。何の話してんだよ。では今回は、このグレン・グラウント4種類を、テイスティングしました。非常に楽しいテイスティングだったと思います。年数にかかわらずこのウイスキーの美味しさっていうのは飲み方とか飲む場所とか誰と飲むかみたいなのも必要なんですけど、とにかくこういういろんな種類があってまだまだウイスキーなんてのはこれ以外にも本当何十万本ってあるような世界なんで、まあそれをちょっと皆さんがこう楽しく飲んでくれたらなと思ってます。はい、これからもそうですね、こうウイスキー紹介していきたいなと思ってます。興味があればこういうウイスキー飲んでほしいとか、テイスティングどんな自分は飲めないけどこれはウイスキー飲んでもらってちょっと感想を聞きたいとか、そういうのがあればまたコメントでもいただけたらと思います。で本日は、このグレン・グラント4種類テイスティングしました。どうもご視聴ありがとうございました。自由ですもんね。自由だよ。とにかく酒なんて何でもいいんだよ。自由だから。ただ
他人に気を使って飲むだけの飲み物だから一人じゃないからバーなんて酒場なんていうのさそれだけだからさでもまあウイスキーっていうのはこれだけ奥の深いってことが伝わればいいね、そうですね。まだまだ深いからこれ本当にまだ一歩海に入ったばっかりだからさああそっか。まだ浅瀬じゃないからねこれからどんどん深くなってる。香りが美味しかったです。そうだなこんなに華やかなウイスキーがあるんだなっていうぐらいなびっくりしました。しかもブランデーになってなかったんだよ美味しい21年とかちょっとブランデーチックなんだよねへえ、果実味を感じちゃったりするみたいなはい。でもなんかこっちは果実味っていうよりちょっとなんていうの本当お花の系じゃんああそうでしたね。だから果実味より果実の花みたいなさあそっち系だよなそういう感じだったよなだからすごい面白みのあるウイスあキーで確かにそうですね。よかったこういうのをテイスティングできてチーズあ、なんか甘さが出たねさっきの甘さが出てんね出ました甘さが美味しい酒でした